どうも皆さんこんにちは。ネットです。現在アプリリアクラシック50のレストア作業を行っていて、前回はシートの取り付けを行いました。シートの取り付けができてしっかり座ることができるようになったんですけど、次はこちらリアのマットガードを作っていきます。このまま走行すると背中が泥だらけになりそうです。そこで今回はこちら汎用のマットガードを購入いたしました。こちら Amazon で2000円ぐらいでした。しかもこれがサイズ的にもすごくいいので、こんな感じで取り付けができたらいいんじゃないのかなと思っております。ということで今回の動画は汎用マットガードを取り付けようの回です。果たしてうまく取り付けることができるんでしょうか。それでは取り付け作業レッツスタート。リアフェンダーを探していたらいい感じの商品があったので、今回はこの商品を組み込めるように頑張っていきます。では今からこのマットガードを取り付けていくんですけど、取り付けパターンが2パターンあります。もともと純正で付いていたパターンが上のフレームに固定をされてこんな感じで付けるパターンで、もう一つのパターンがこの下側のフレームに直接取り付けるやり方の2パターンです。この上に取り付けるときはタイヤが上下をするので、そのバウンド分の余裕を持っておかないといけないので、かなり上の位置になってしまいます。そして下側のフレームに直接つけてしまえば、このマットガードがタイヤと一緒に動くので、タイヤの逃げを考えなくてよくなります。で、私が今回やるのは下側のフレームに直接つけるパターンでいきます。で、取り付け位置なんですけど、タイヤのこのラインに合わせて汎用マットガードをこんな感じに設置していく予定です。そして固定方法なんですけど、この下側のフレームにステーを取り付けて直接固定ができるようにしていきます。で、普通にステーを取り付けるのが面白くないので、こちら鎖を溶接してこんな感じで固定をしていきます。そしたらこのチェーンをぶら下げてまっすぐにした状態で溶接していきます。そして今回はスズキットのアーキリー80ノバを使って溶接をしていくんですけど、こちらの半自動オプションパーツが出ているので、今回はそのオプションパーツと組み合わせて使っていきます。それがこちらスターゲットです。こちらが何なのかというと、半自動溶接機の先端に取り付けができるライトになります。こちらが中身のライトです。電池は単4電池かな、単4電池をセットして、でこれに付属のアタッチメントを取り付けて、そしてこんな感じで根元にひっつけて、溶接する先端をこのように照らしてくれます。失敗する主な原因としては、狭い場所だったり先端がちゃんと見えてない状態で溶接をするっていう時が失敗しやすいです。なのでこうやって照らして溶接ができるのはすごくいいです。で、このライトの先端なんですけど、回して取り外すことができて、こんな感じでバラバラになります。そして表面のレンズはガラスになっていて、交換用のレンズがあるので安心して使うことができます。なので実際どんな感じなのか使ってみましょう。今回はかなり明るいところで溶接をしたので恩恵はそこまで感じなかったんですけど、スタートミスがかなり軽減できると思います。てかさっきの仮付けだけでかなりスパッタが飛んでいます。なので本溶接をしていたり長距離で溶接をするとガラスがすぐダメになりそうなので、常に使うっていうよりかは場面を選んで使うのがいいと思います。これを一旦本溶接しちゃいましょう。
そして今チェーンを削って整えました。そしたら取り付けができるように長さを調整して溶接をしていきます。いい感じのバランスになりました。でこのままだとこんな感じで動いてしまうので、この根元側にステーを取り付けていきます。でここにステーを取り付ける前にこういったアーチ状のステーを補強材として先にここに入れておきます。左右をつなげたことによってかなり強度が上がりました。で次にここですね、ここに1本フレームを入れていきます。もうこれで背中に泥が飛んでくる心配がなくなりました。この鎖のステーもね、なかなかいい仕事をしてくれております。なんかめっちゃ楽しくなってきました。あとは配線を通したり細かい設定があるんですけど、今回の動画は一旦ここで終了させていただきます。なので次回の動画も楽しみに待っててください。それではあなたのバイクライフが楽しくなるように、レッツバイクエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。